えーっと、いきなりなんですが、あなたも最近大きな買い物をしたりしましたか？実は僕、最近引っ越しをしたんですが、相場の倍の費用を払ったんですよ。でもこれって、払った額が2倍だから、新居の価値も2倍になったってことでいいんですよね。あなたもそう思いますよね。少し違いますよ。でも他の業者の相場と比較して相対的に見ないと、ただ無駄な出費をしただけの可能性が高いですよ。ただの無駄遣いですか？ちょっとショックなんですけど。まあ引っ越しの話はさておき、今日の情報源の徹底分析、ディープダイブのテーマにも巨大な買い物が関係しているんです。今回はコンステレーションエナジー、ティッカーシンボル CEG の2026年第一四半期決算を紐解いていきます。CEG ですね。確か少し前にカルパインっていう企業を買収したんですよね。ええ、その通りです。2026年1月に現金約45億ドルと新規発行株式約5000万株というまさに巨大なコストを投じてカルパインの買収を完了させました。今回の決算はその効果が初めてフルで反映されたものになります。つまり、新しい家を買ってからの最初の家計簿みたいなものですね。あなたも一緒にこの家計簿の中身を見ていきたいんですが、今回のミッションはどう設定しましょうか？今日のミッションは市場がこの企業を評価する物差しが四半期の利益から複数年のキャッシュを生み出す力へとどう変化したのか、それをあなたと一緒に理解することです。利益からキャッシュへですね。ただその利益の数字がですね、ちょっとおかしなことになってるんですよ。と言いますと、決算書を見ると、売上高は前年比プラス 63.8% で111.22億ドル。ここまではすごいなで終わるんですが、GAAP ベースの EPS、つまり1株当たり利益が 4.49 ドルで、なんと前年比プラス 1082% になってるんです。つまり僕が SNS で CG 最高ってつぶやいたら、フォロワーも勝手に10倍に増えるってロジックですよね。本業が10倍になったんだから。本業の伸びではないです。でも、将来の廃炉費用という会計上の見積もり減少分を数字から逆算すると、実質的な本業の伸びは 28% 増だとわかります。廃炉費用の見積もり？なんか急に難しい言葉が出てきましたね。CEG は原子力発電所を多く持っていますが、将来それらを廃炉にするためのコスト、これを ARO、資産除去債務として負債に計上しているんです。今回、その将来の見積もりコストが安く済みそうだとアップデートされました。はい、安く済みそうだぞと。その結果、今期の運用保守費用が紙の上だけで 2.85 億ドルもガクッと減ったんです。これが利益を10倍に跳ね上げた会計上のマジックです。じゃあ実際に今期本業で10倍の現金を稼いだわけじゃないってことですか？なんだ、フォロワー10倍計画は失敗ですね。そうですね。ただ、この一時的なノイズを取り除いた調整後 EPS で見ても、前年比プラス 28.0% の 2.74 ドルという素晴らしい着地でした。でもさっきカルパイン買収で5000万株も新規発行したって言ってましたよね。株数が増えたら1人当たりの利益って薄まるんじゃないんですか？ええ、まさに株式の客化ですね。その重りを背負いながらも、営業利益率は前年から14.4ポイントも劇的に改善しているんです。14.4ポイントの改善、それはすごい。買収による規模の拡大と原子力発電への税額控除などのシナジーが見事に効いている証拠ですね。ただ、今回の決算説明会を聞いていると、経営陣のトーンに面白い変化があったことにお気づきですか？はい。なんか今まで EPS の話をよくしてたのに、今回は成長投資前のフリーキャッシュフローって言葉をすごく連呼してましたよね。その通りです。彼らは2028年から2029年の累計で約2兆円規模、11億ドルから13億ドルのフリーキャッシュフローを創出するという強気な目標を掲げました。フリーキャッシュって要するに、今月のランチ代の予算は全く未定で不確実だけど、なぜか今日ポケットに現金があるからとりあえず特上シス食べちゃおうって家と同じですよね。それはただの無計画です。でも手元で自由に使える現金が増えるということは、企業にとって将来のランチの選択肢が格段に広がるということと同じなんです。なるほどですね。選択肢が広がるわけですね。でもなぜ今、急にキャッシュの話を強調し始めたんでしょうか？経営陣は投資家の視線を意図的に誘導しているんです。株価の評価倍率、いわゆるマルチプルを引き上げるためには、会計上で変動しやすい利益よりも、ごまかしの効かない現金を稼ぐ力をアピールした方が有利ですからね。確かに、現金は嘘をつきませんもんね。
それに、カルパイン買収で126億ドルもの負債を抱え込んでいるから、その不安を払い払拭したいという狙いもありそうです。その見方は鋭いですね。自社株買いこそ最高の投資だと言い切る姿勢からも、キャッシュ創出力への絶対的な自信が伺えます。でも、その自信満々な経営陣が、Q&A セッションではちょっと不自然なくらい黙り込む場面がありましたよね。ええ。カンファレンスコールでアナリストがついた3つの急所ですね。1つ目が6月30日に迫るカルパイン元株主のロックアップ解除に関する質問でした。つまり、買収の時に渡した株のうち、2500万株がいよいよ市場で売れるようになるわけですよね。一気に売られたら株価が下がるかもしれないのに、経営陣は具体的な対策を言わなかった。言わなかったというより、言う必要がなかったと推測できます。CEG には今47億ドルという巨大な自社株買いの枠がありますから。47億ドルの自社株買い額で2500万株を吸収するって、例えるなら僕がコンビニのプリンを1個買えないように、上司がコンビニごと買い占めるようなスケール感ですよね。違う？規模感が極端すぎます。でも、売り圧という段階目のリスクを、自社株買いという次の段階の強力な手札で静かに吸収する準備が整っていると読めます。じゃあ上司は裏でこっそり準備してるってことですね。そして2つ目の急所が、データセンターの追加性ルールについての議論でした。テック企業が再生可能エネルギーを新しく追加して建設しなければならないというルールですね。経営陣はこれをグローな試みだと一律に否定しました。かなりバッサリ切りましたよね。AI を動かすには24時間安定したベースロード電源、つまり原子力が不可欠です。地形の空路に付き合っていては AI の発展が止まると強く主張しているわけです。そして3つ目の急所が、長期の電力契約の価格を全く明かさなかったことですよね。これも強気だなって思いました。具体的な値を出さないのは、市場の代表的水準を上回る相対的に強気な価格交渉が現在進行中なのかもしれません。売り手市場の余裕ってやつですね。その背景にあるのが、アメリカ東部の PJM っていう送電網の規制問題なんですよね。ハイパースケーラーの設備投資がプラス 75% とかで爆増してるのに、電気がつなげないっていう。発電所の敷地内に直接データセンターを作るコロケーションという手法で渋滞を抜けようとしていますが、PJM の審査で膠着状態になっていました。今までは、まだ序盤戦みたいな言い方でしたよね。それが今回、トンネルの先の光が見えた、準備完了だとトーンが一変しました。6月には PJM から新しいフレームワークが提案されると見込んでいます。なるほど。AI 企業が電気を使いすぎるから、電力会社が責任を取って僕の毎月の高いスマホ代を払ってくれるってことですね。因果関係バッチリじゃないですか。お気持ちはわかります。でも、莫大な電力需要が先にあるからこそ、PJM の複雑な審査手続きを急いで進めるという因果関係が正しいんですよ。僕のスマホ代は安くならないんですね。残念。でも、その準備完了の証拠として CEG は LS パワーに50億ドルで資産を売却しましたよね。はい。不要な資産を整理して現金を確保し、AI 向けの電力供給という本丸に集中する構えです。ただ、天気予報に例えるなら、AI 需要の雲模様は快晴ですが、126億ドルの負債や、ロシア産核燃料への依存っていう突発的なゲリラ豪雨のリスクもあるってことですよね。その通りです。ですので、第2四半期以降は、PJM 規制の行方、ロックアップ解除と自社株買いの攻防、そしてハイパースケーラーの支出継続という3つの仮説を検証していく必要があります。経営陣が準備完了ってことは、来年には地球上のすべての電力を CEG が支配して、僕の引っ越し費用も100倍になるってことですよね。電気代も引っ越し代も指数関数的に爆発だ。飛躍しすぎていますね。でもまずは6月に集中するロックアップ解除と PJM の規制動向という直近の時系列から順番に事実を確認していくことが大切です。引っ越し費用が100倍になったら破産しちゃいますけどね。でも今回の徹底分析で CEG が単なる四半期の利益を追う企業から巨大なキャッシュを生み出す構造へ変貌しつつあることがあなたにも伝わったんじゃないでしょうか。この変化の波をどう捉えるか、非常に興味深い局面ですね。最後に、あなた自身にも考えてみてほしいんです。もし AI を動かすための
電力へのアクセス権自体が未来の新しい通貨のような価値を持つとしたら、私たちはエネルギー企業をどう評価し直すべきなのでしょうか。ぜひあなた自身も考えてみてください。なお、この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。